皆様、こんにちは。万吉プラモチャンネルにようこそ。先週発売されたポケモンアルセウスが楽しすぎて、模型制作が全く進んでいないプラモ専門チャンネルはこちらです。ネタバレになるといけないので、あまり詳しくはお話できませんが、ポケモンって怖い生き物なんだなと思いました。ポケモンの技を食らってケロッとしているサトシはやばいです。さすがスーパーマサラ人です。と言いつつも、現在エクスキューショナーブライドを制作中なのですが、今週中の完成は間に合わなかったので、今回は軽めの解説、検証動画をお送りします。今回のテーマは、合わせ目消しです。一応、ビプラゼン塗装解説動画の第5弾ということになるのでしょうか。今までは、髪の毛や顔といった塗装系のテーマを取り扱ってきましたが、今回は、初の工作についてのお話になります。ちょっと地味なテーマですが、参考になれば嬉しいです。今回は音声トラブルのため、万吉さんはお休みしています。なので、今回はみんなのアイドル、私キリタンが解説していくよ。今回の解説では、3パターンの合わせ目消しを紹介していきます。1つ目は、ランナーパテを使った合わせ目消し。2つ目は、流し込み接着剤を使った合わせ目消し。3つ目は、瞬間接着剤を使った合わせ目消しです。ランナーパテは、作ったことがなかったので、今回の動画を制作する前に、作り方をいろいろ調べてみました。急ごしらえの知識なので、作り方が違うよとか、もっといい方法があるよなどありましたら、コメントでアドバイスいただけると嬉しいです。今回の動画で利用する接着剤はこちら。ランナーパテ作成には、タミヤさんの流し込み接着剤。こちらは GSI クレオスさんのミスタンセメント SP。合わせ目消し用で人気な接着剤ですね。こちらは東和合成さんのアロンアルファプロ用対衝撃。ランナーパテの作り方以外にも接着剤についていろいろ調べましたが、間違った情報があるかもしれません。あらかじめご了承ください。参考にしたセメガインさんのホームページに接着剤についてかなりわかりやすく掲載されているので、興味がある方はぜひご覧ください。まずはランナーパテを作っていきたいと思います。ランナーパテの材料は、こちらのタミヤさんの流し込み接着剤と、合わせ目消しをしたいパーツと同じ色のランナーです。ニッパーを使って、ランナーを数ミリサイズに細かく切っていきます。切ったランナーは、こちらのスペアボトルに入れていきます。スペアボトルは、1本100円くらいなので、塗料の空き瓶を掃除する手間を考えると、買ってしまった方が手っ取り早いと思います。めっちゃこぼれました。流し込み接着剤をボトルに入れていきます。ランナーが余裕で浸るくらいまで入れてみました。早くも若干溶けてきました。ランナーが溶けるまで、このまま一晩放置します。一晩放置しました。経験がないので、これが成功例なのか何とも言えませんが、ランナーはしっかり溶けているようなので、多分大丈夫だと思います。合わせ目消しをするときは、可動軸に接着剤が付着して一緒に固まらないように、パーツの内側を少し削るか、マスキングテープなどを挟んで対策すると安全かもしれません。また、ピンが長いと、パーツが完全に密着しないことがあるので、より密着させるために、いつもピンを短くしています。参考にしたページでは、筆でパテを塗りつけていましたが、捨ててもいい筆がなかったので、爪楊枝を使いました。爪楊枝じゃなくても、真鍮線とかでもいいと思います。パテを少量ずつ取ってパーツに塗っていきます。パーツを合わせます。むにゅっか出ましたね。
念のため、上からもパテを盛ります。パテが固まるまで、最低でも2、3日くらい放置した方がいいみたいです。3日経過しました。編集って便利ですね。しっかりと固まっています。ヤスリを使う前にデザインナイフで余分なところを削っていきます。デザインナイフで大まかに削ったら、スポンジヤスリで形を整えていきます。240番から800番までヤスリをかけました。ヤスリがけが終わったパーツです。肉眼だと合わせ目消しをしたところが少しだけ見えるのですが、カメラ越しだとほとんどわかりませんね。このまま艶消しすれば、正直ほとんど目立たないと思います。次に、流し込み接着剤を使って合わせ目消しをしていきます。こちらも同じように、パーツ同士をより密着させるために、ピンを短くカットしておきます。パーツ同士の隙間を作るのって地味に難しいですよね。隙間が広いと接着剤がきれいに流れていかないので、紙1枚くらいになるように意識して隙間を作ります。いい感じの隙間が作れたら、流し込み接着剤をたっぷり塗っていきます。すぐにパーツを合わせるんじゃなくて、少しだけ放置して表面を溶かした方がいいらしいですね。パーツを合わせます。こちらも無事にムニュッが出ましたね。ミスタンセメント SP は速乾ですが、中まで硬化していない状態で削ると、硬化時に引けができる可能性があるので、1日くらい放置した方がより安全みたいです。丸1日放置しました。しっかりと固まっていますね。ここからは先ほどと一緒です。デザインナイフ、ヤスリの順番で表面を整えていきます。思ったより綺麗に消えました。一応、刃先のところにうっすら合わせ目の線が見えますね。でもこれくらいだったら、言われなければわからないかもしれません。最後に、瞬間接着剤を使った合わせ目消しを紹介していきます。全塗装をするときは、この方法で合わせ目消しをすることがほとんどですね。先ほど紹介した2つの合わせ目消しは、長いと3日くらい乾燥時間が必要ですが、瞬間接着剤であれば、長くても30分くらいで硬化するので、作業性が抜群にいいです。接着剤は、100均で売っているようなおかず入れに、必要な分だけ取り出しています。接着剤の盛り付けには、この年季の入った真鍮線を使っています。3回目なので、この説明は不要ですね。接着剤を塗る前に、表面をヤスリで荒らすと闘病効果が高まるらしいです。セメダインさんのページによると、闘病効果は、接着剤が付着剤の表面にある隙間に侵入効果し、釘またはくさびのようになる働きとのことです。先ほど紹介した2つの合わせ目消しは、樹脂が溶けて硬化し、パーツが一体化しているので、
衝撃に強いですが、瞬間接着剤はただくっついているだけなので、衝撃に弱いです。なので、表面がツルツルしているより毛羽立っている方が、投秒効果が高まってより強く接着できるので、衝撃にも強くなるってことですね。多分、接着剤を盛り付けていきます。パーツを合わせて、さらに上からも接着剤を盛り付けます。一応硬化スプレーを使えば一瞬で硬化させることもできますが、硬化中には他の工作をしてることが多いので、合わせ目消しの時はあまり使っていません。硬化スプレーを使わなくても2、30分くらいで硬化するので、このまましばらく放置します。30分経ったので、接着剤を削っていきます。この瞬間接着剤はちょっと硬いので、デザインナイフではなくて、金属ヤスリで大まかに削っていきます。その後、スポンジヤスリで表面を整えます。こちらが処理が終わったパーツです。瞬間接着剤で合わせ目を消すと、作業は早く進みますが、こんな感じに合わせ目消しの跡が目立ってしまうので、基本的には塗装することが前提になりますね。ということで、今回は3種類の合わせ目消しを紹介してみました。短めの動画にするつもりが結構長めになってしまいました。久しぶりに瞬間接着剤以外の合わせ目消しをしましたが、意外と綺麗に合わせ目が消えてくれて驚いています。やっぱり効果時間をしっかりとってあげることが大事ですね。個人的には瞬間接着剤を多用していますが、皆様はどんな方法で合わせ目消しをしていますか？参考にさせていただきますので、よろしければコメント欄までお書きください。次回は、エクスキューショナーブライドの全塗装制作動画の予定です。鋭意制作中ですが、間に合うか微妙な気がしています。最後がちょっと短いですが、今回はここまでになります。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。気になることや、リクエストなどありましたら、お気軽にコメント欄にお書きください。またよろしければ、チャンネル登録や高評価いただけると嬉しいです。Twitter もやってますので、お気軽にフォローしてください。また次回お会いしましょう。バイバーイ。